3分で皆さんの興味をネムキュンことゆめみねむさんに向けるチャレンジです。皆さん、推しのいる生活を送っていますか？他の動画でも話しているんですが、推しがいると SNS の更新通知にワクワクしたり、グッズを集めて満足感を感じたりと生活に潤いが生まれますよね。事実、推しにときめくことでストレスが軽減されたり集中力が増す、いわゆる幸福ホルモンが脳内で分泌されるそうです。ということで今回は皆さんの生活に潤いを生むかもしれない人物、ネムキュンことゆめみねむさんについて話をしていきます。今日話す内容は2つ。1つ目はネムキュンことゆめみねむさんのご紹介。2つ目は彼女の推しポイントであるトーク力の高さについてです。この動画を見て彼女の魅力が伝わり興味を持ってもらえたら嬉しいです。1つ目の話、ネムキュンことゆめみねむさんのご紹介。彼女は日本のアイドルグループ電波組インクに所属していた元アイドルで、現在はゆめみ書店という書店を経営するなどをしています。2019年に結婚発表しており、そのお相手はお笑い芸人のバカリズムさんでした。結婚発表の時はめちゃくちゃびっくりしましたよね。電波組のメンバー、ニックネームと結婚しがちですよね。2つ目の話は彼女の推しポイントであるトーク力の高さについてです。皆さんは話が面白い人ってどんな人だと思いますか？僕は物事を深く考える人だと思います。例えばリンゴを見て赤いとだけ考えるのと2つ合わせるとさくらんぼみたいだなって考えるのだったら、後者の考え方の方が面白いですよね。そんな風に物事を深く考えた先の意外性みたいなのが話の面白さだと僕は思います。そのような意味でも彼女の話す話は面白いと言えます。彼女はマーキーという雑誌で編集長との対談の連載を持っていました。毎回彼女が決めたテーマについて1万字から2万字程度対談しており、その話は物事をいろんな角度から見ていて面白いと評価を受けています。僕も作品集を読んだんですが、アイドルをふりかけに例えたり、アイドル活動とペンダコを絡めた話をしたりと、意外性満点の対談をしていてとても面白かったです。このような考え方の深さが彼女の魅力であり、トーク力の高さの要因であるかと思います。ということで今回はネムキュンことゆめみねむさんについてゆめみねむさんのご紹介、彼女の推しポイントであるトーク力の高さについて話をしてきました。今回の話で彼女の魅力が伝わり興味を持ってもらえたら嬉しいです。また彼女の経営するゆめみ書店は感染防止対策をしっかり行った上で営業中だそうです。独身男性のみの来店はできないそうで僕は行けませんが、条件をクリアしている方はぜひ来店してみてはいかがでしょうか。以上、ネムキュンことゆめみねむさんについてでした。この動画が少しでもいいと思ったらチャンネル登録と高評価、ベルマークの登録